皆さんおはようございます。本日は地球市民が実現する持続可能な社会の提言にご来場いただき誠にありがとうございます。地球市民が実現する持続可能な社会の提言は、イベントの意義、手法、効果を探求するイベント学会が愛・地球博理念継承発展事業を実施する一般財団法人地球産業文化研究所と連携し、地球市民の参加と連携に基づく3つのチームエキスポ2025競争チャレンジを推進してきました。この競争チャレンジは愛・地球博で実現された市民参加という重要なコンセプトを継承しており、大阪・関西万博2025の目標である SDGs の達成に貢献する活動となっております。愛・地球博で実現した市民参加の理念を持続可能なムーブメントへとつなげることを目的に、地球市民が実現する持続可能な社会の提言を行っていきますので、皆様最後までお付き合いをお願いいたします。申し遅れましたが、本日の総合司会を務めさせていただきます吉井彩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のプログラムを始めさせていただきます。最初のプログラムは、自然保護と暮らしを両立させる取り組みの進化に向けてをテーマに、世界自然遺産を有する日本国内5地域の連携で進められてきた対話の成果を発表していただく世界自然遺産5地域会議です。まずは日本の世界自然遺産を紹介する映像をご覧ください。映像提供は TBS テレビ番組世界遺産です。世界遺産は地球上にある顕著にして普遍的な価値を持つ遺跡や建造物、そして貴重な大自然などを人類共通の宝として守るために誕生しました。その数現在1223。日本には26の世界遺産があり、そのうち5つが自然遺産です。1993年に登録された白神山地と屋久島を皮切りに、知床、小笠原諸島、奄美・沖縄が加わり、現在6都道県23の市町村が関わっています。四方を海に囲まれ、南北に連なる日本。細長い列島には亜熱帯から亜寒帯までの気候があり、だからこそ変化に富んだ自然遺産がいくつも生まれたのです。日本最北の自然遺産、知床。流氷が流れ着くこの地には、海と陸がつながったここだけの生態系が生まれました。白神山地には東アジア最大級の
原生的なブナ林が広がります。この森は豪雪地帯に生きる多様な命を守ってきました。太平洋に浮かぶ小笠原諸島。大陸と地続きになったことがない島々は、今も進化を続ける特異な生き物たちの楽園です。2000メートル級の山々をいただく屋久島の別名は洋上のアルプス。樹齢1000年を超す屋久杉がそびえる生命力に満ちた島です。そして太古の地殻変動で大陸から切り離された奄美・沖縄の島々。独自の進化を遂げた世界的にも希少な生き物たちが暮らしています。島国だからこそ育まれた多彩な自然の宝庫、日本。そして5つの自然遺産とともに地域ごとの暮らしや文化も息づいているのです。それではここからの進行はモデレーターを務められます九州大学アジア・オセアニア研究教育機構准教授田中俊則様がご担当してくださいます。田中様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきありがとうございます。九州大学の田中と申します。今日はお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまの映像いかがでしたか？すごかったですよね。本当に圧倒される美しい世界遺産です。で、今日はですね、今ここにあった映像の5つの地域代表の方にですね、皆さんお越しいただいたんですね。で、よく日本でですね、あなたの行ってみたい世界遺産どこですかっていうアンケートあるんですよね。で、アンケート取ると、いろんな会社がやってるんですけど、大体トップ5世界自然遺産が独占するというような形です。だから今日はこの5つの世界自然遺産の人たちがみんな来てくれてる、本当に得難い機会だなと思うんですね。というのも、例えば小笠原諸島、ここまで来るのに本当丸2日かかっちゃうんですね。東京まで行くのにそもそもフェリーで24時間かかります。で、知床だとか西表島、これもですね、やはりこの万博会場集まるまでやっぱり丸1日ぐらい見ないといけない、ちょっとした海外ですよね。で、なかなか行けない、こういったところもですね、世界自然遺産行ってみたい場所になる一つの理由じゃないかなと思うんです。今日はですね、この5つの世界遺産来てあるわけですが、世界遺産の目的っていうのがあるわけですね。世界遺産の目的っていうのは、人類共通の遺産を後世に末永く保存していくということなんです。保護保存ですね。これが非常に条約の重要なテーマになっています。一方ではこの世界遺産地域っていうのは実際にその地域に人が住んでいるわけですね。そこで日々の暮らしがあって、農林水産業であるとか観光産業を営んでいらっしゃる。で、この自然を守るという条約の目的と日々の暮らし、人々の生活、この両立というのが
そう簡単ではないという面があるわけですね。でこれは日本だけではなくて世界中で本当に重要な最先端の課題なんです。で一昔前だとですね、例えば日本の高度経済成長期など考えてみていただければ分かるんですが、その頃はですね、自然なんかじゃ飯食えないんだ、自然で飯が食えるかと言われた時代がありました。自然を守ってもなかなか雇用とか経済にはつながらない。なのでどうしてもどちらかというと自然を壊すことで森林伐採であるとかダムを作るとか道路を作る、そうしたことで雇用を維持せざるを得なかった時代が確かにありました。しかし21世紀になって自然を守ることが人々の暮らしや生活を向上させる、そういう時代にもなりつつあるわけですよね。まさにその最先端を言っているのが世界自然遺産だと思います。例えばエコツーリズム、こうしたエコツーリズムに通じた観光産業などを通じてですね、雇用が生まれている、少子化が食いとどまっている、そうしたデータもあります。一方で最近はまた新たなですね、世界遺産になったがゆえの悩みというのも実はあるんですよね。一つは典型的なのがオーバーツーリズムというのが最近言葉で出てきます。世界遺産になってみんな来てくれないんだけれども、ちょっと今度は人が来すぎてしまって環境であるとか地域が壊れてしまう、こういった悩みもあるわけです。で今日はですね、そうしたさまざまな悩みであるとか、いや世界遺産なんてこういうことが良かったよとか、こういう課題があるんだよということをですね、この5地域日本中から来てくださった皆さんと一緒に議論をしてですね、学びをですね深められたらいいなというふうに思っています。で今日はですね時間の制約があるので、私もできるだけテキパキと進行させていただきたいと思っています。で今日のですね内容はですねここにあるようなことですね。まずはじめに話題提供として15分ずつそれぞれ西表、日本で一番南ですねの世界遺産と日本で一番北の知床財団、この2つからですね話題提供していただきます。これが前半です。で後半はですねパネルディスカッションということで、全ての地域から集まっていただいた人たちと一緒にここに壇上に上がってですねパネルディスカッションしたいと思います。でその際にもですね各地域から簡単な短めの報告もしていただきます。でそれに加えて今日はもう一つ見ていただいて分かる通り、企業の方にも参加いただいているんですね。世界遺産を守るっていうと、例えば行政とか地域が守ってるんじゃないかなと思う方も多いと思うんですが、実は企業も世界遺産の保全にはさまざまな形で関わっているわけです。そうした話もですね今日はちょっと話していただきたいなと思っています。で今日はこのような形で進めていきます。でもともとのオリジナルプログラムにはですね、最後にこの世界自然遺産地域の5地域会議の代表である小野寺博さんからコメントをいただくというのも載ってたかと思うんですが、残念ながらですねちょっと体調不良で今日お越しいただくことはできませんでした。ただその時間も含めてですねパネルディスカッションの時間少し長めにとってやっていければいいなというふうに思っております。で今日はですね、ゴールデンウィーク最終日ということで、ちょっと外は雨降っているんですけれども、せっかくの休みの日ですからできるだけカジュアルに楽しく和気あいあいとやっていきたいなと思っています。でパネルディスカッションの時間にはですね、もし時間が余ればフロアの方にもですね何か質問ありますかというふうに振らせていただくかもしれません。これ時間見ながらになりますが、随時やっていきたいと思っていますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速最初の話題提供進みたいと思います。日本で一番南にある世界自然遺産ですね、西表財団事務局長の徳岡晴美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました一般財団法人西表財団の徳岡晴美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私の方からは持続可能な利用のための観光管理ということで、西表島でのこれまでと現在の取り組みをご紹介させていただきます。まず、ご存知の方多いかと思うんですけど、西表島、位置的にはですね、ここ大阪からですと、南西に約1600キロですね、台湾にほど近いところに位置してまして、県内では2番目に大きい島ですが、人口は2400人と非常に少ないです。で産業としまして、農業、畜産業、そして、近年では観光業が非常に主要な産業となっています。でほぼ全島が国立公園となっております。で豊かな、自然環境、世界遺産ですので有してはいるんですけども、特有なのが日本で最大の面積を誇るマングローブ林ですね。それから亜熱帯の気候で水が非常に豊富で滝なども多くて、島の周囲はサンゴ礁に囲まれている非常に豊かなところです。また水田などの環境というのもあります。でそういった豊かな環境、多様な環境であるからこそ、有名なイリオモテヤマネコをはじめとする希少種ですとかが数
多く、生息生育しています。それからあまり知られてないんですけども、この自然とともに育まれた独特の文化、沖縄の島々はそれぞれ島特有の文化というのがありますけども、お祭りごと、祭事であったりとか、手仕事であったりとか芸能といった非常に豊かな文化も持ち合わせております。で、西表島の観光の形態、概要ですとか課題について少しお話しします。西表島は隣の石垣島に空港がありますので、皆さんその空港が玄関口となって、そこから船で渡ってこられます。で、北と南と上原港、大原港と船、港が2か所あるんですけども、石垣から周遊型で他の小浜島、竹富島、こういった島々を1日で西表も含めて回るような周遊型というツアーが南の大原港の方には非常に多く入ってきます。で、北の上原港の方には西表のホテルとか民宿に宿泊される滞在型の方ですとか、最近ですとアクティビティだけを日帰りでされるような日帰り型の方も入ってこられます。いずれも何らかの形で西表島では自然体験をされるという方が、それを目的とされている方がほとんどになります。で、自然体験型ツアーというと、いろいろあるんですけども、最も体力がなくても参加できるのが遊覧船に乗ってマングローブの川を遡っていくようなツアーなんですが、他にもマングローブの川のカヌーですとか、カヌーとトレッキングを組み合わせて滝まで行ったりですとか、また近年ですとアクティビティも多様化していまして、キャニオニングですとかケービング、サップといったものが出てきています。一方で海の方でも西表の場合は40年ほど前からダイビングの場所としても非常に有名で、ダイビングですとか近年はシュノーケリングですとかシーカヤック、釣り、こういった自然体験型のツアーが行われています。で、入域の観光客数なんですが、人口2400人なんですが、大体年間約30万と言われていて、非常に数字としては多いです。で、コロナ後でも26万人ぐらいまでは戻ってきております。で、新石垣空港が2013年にできて、その後ね少し多い時期があったんですが、それ以降はだいたいコロナ前まで30万前後で、落ち着いているところなんですが、この赤と青の違いというのが、青い方が先ほどの北側の上原港に入ってくる、個人の方の数と思っていただければと思うんですけども、この個人客の皆さんがコロナ前ですね、徐々に増加していってるというのがこのグラフからもお分かりになるかと思います。で、それと同時にこのグラフの方はですね、自然体験型ツアーを提供するガイド事業者のこの伸び率なんですけど、すごい勢いで伸びています。20年ぐらいで3倍ぐらいには伸びていまして、これはダイビングなど海の方を含めないで陸と川を使う事業者さんだけで、現在町の方から免許を受けて営業している事業者さんが103件ございます。で、ピナイサードの滝という非常に有名な観光自然体験型ツアーの場所があるんですけども、ここは沖縄県で最大の落差55メートルを誇っておりまして、カヌーとトレッキングで行くんですけども、非常に人気で、割と初級者向けということもあって、近年は混雑が見られていまして、ピーク時には1日300人近くが利用していて、写真にありますように少し混雑しているかなという感じられるような状況になってきます。で、こういったさまざまな観光の形の変化というものがある中で、2021年に世界自然遺産に登録されました。西表島のこの地図の中の緑の濃い部分が世界遺産地域で、他の4島と合わせても一番面積的には広い範囲を占めています。で、こういった流れの中で、地域からはですね、いろいろな不安の声というのが出てきておりまして、やっぱり一部の先ほどのようなフィールドでの利用の集中、オーバーユースではないかとか、またガイド事業者さんが増えてきたことによりまして、それまでは地元の人しか入っていなかったような小さな川とか滝までも観光で利用されるようになった、利用フィールドの拡大が見られたりとか、ガイドさんがベテランガイドさんもいれば、本当に来てすぐガイドを始めてされる方もいて、その質のばらつきが見られたりとか、地域の他の産業の方との、うまくいかなくな小さな問題というのが出てきたりということで、さまざまな声が、本当にこれが持続可能なのかとか、世界遺産になったらもっと悪くなるんじゃないかというような声が地域から聞こえてきたというのが、地域としての課題であるかと思います。そういった
課題に対して、取り組みを行っていこうということで、行政機関竹富町という行政区になりますので、竹富町や環境省をはじめとした行政機関がさまざまな取り組みを進めています。で主に竹富町の取り組みとしまして、まずですね、竹富町観光案内人条例というガイドの免許制度というのをスタートさせました。2022年に施行されまして、2023年に一度改正をしています。これはですね、他の地域でもガイドさんの登録制度とか認定制度というのはすでに導入されているところあったかと思うんですけども、竹富町の場合は、免許制度ということで、免許を取得しないと事業自体ができないという、一番多分厳しいレベルの、制度になるかと思います。で日本では今のところ他に、例がないかと思います。目的としては当然利用者の安全というところと、あとはやはり自然環境の保全に配慮した質の高いガイドを育成していくということで、そうすることによって持続可能な自然体験型観光を続けていくというところを目指しております。であんまり細かい説明は今日はしませんけども、免許を受けるための要件として、何年か西表島ですでにガイドをした経験があったりとか、当然保険に入っていることとか、あと特徴的なものとしてその地域貢献の実績を示さなくてはいけないということもあります。でガイド自体は、水辺のカヌーなどを扱うガイドさんは水難救助員の資格などをしっかりと取らなくてはいけないというふうになっております。でもう一つですね、柱としてある制度として、エコツーリズム推進法に基づいたエコツーリズム推進全体構想が2022年に認定されています。全国で今27カ所の自治体で全体構想が認定されているかと思うんですけども、西表の場合は非常にかなり構想自体もボリュームは大きくて、中にたくさんのことが詰め込まれてるんですけども、主に観光として利用できるゾーンと保護ゾーンをしっかりと分けたゾーニングがされていたりですとか、細かな利用ルールですね、フィールドの中で、やらないことを細かく書いてあったりとか、エリアやアクティビティごとに1ガイドが何人までお客さんを連れて行けるのか、そういった上限の設定などがされています。でその中で、特定自然観光資源というものが、指定されておりまして、そこで、立ち入り承認制度というのを導入しています。これは西表の中の、27箇所あるフィールドの中の5つのフィールドに、1日あたりの利用人数制限を、設定して、さらに、エリアによっては、ガイドが同行しなきゃいけないとかという条件を設定しています。でちょうどこの運用がこの春ですね、2025年の3月に開始したところです。5つの特定自然観光資源というのがこちらになるんですけども、この写真を見ていただくだけでもどれだけこの、自然度が高いというか、素晴らしいエリアかというのはお分かりいただけるかと思います。でこちらの各地域にそれぞれ、例えば先ほどの混雑が見られたピナイサーラの滝比内川では1日200人という上限が設けられていまして、他例えば小見岳だと30人といった人数が設定されています。でこの上の赤い比内川と西田川、赤く書かれている方はさらにこの登録引率ガイドが利用者に必ず同行しなくてはいけない、この認められたガイドの同行がないと入ることができないというふうになっています。でただし地域のそれまでもう利用されていたような、学校の遠足で行ったり地域の住民の方がただ遊びに行くというものは立ち入り承認申請が不要として、除外になるケースとなっています。あとは学術研究行為なども、これに、除外のケースにあたります。でこの登録引率ガイドという今言葉が出てきましたけども、このどういった制度かというと、この5つの特定自然観光資源を案内できるガイドとして、先に説明しました観光案内人という免許を持っていることが前提で、さらに一定の要件を満たすことによってこの特定自然観光資源を案内する登録引率ガイドになることができます。ここもちょっと詳しい要件の説明は省略させていただきたいと思います。で実際に3月から運用が始まりまして、どうやって、このコントロールをしているのかというと、予約自体はですね、エコツーリズム推進協議会のウェブサイトでお客さんがこのカレンダーがよく
旅行の予約などでもそうですけど、カレンダーがあって空き状況が分かるようになっていて、そこから仮申請ということをすることができます。またガイド事業者さんは今スマートフォンの中にアプリを入れていまして、ガイド事業者さんがお客さんから電話を受けてお客さんの分を代行して申請をするということもできるようになっています。で実際に立ち入りたい入りたい日の前までに必ずこの申請をして手数料などの決済も済むと、立ち入り承認証というのが、もうこれも電子でのやり取りですけども、スマートフォン上のアプリに立ち入り承認証というのが入ってきます。でこれをもって、当日ですね、その日ツアーで入るという当日はお客さんと、ガイドが同行の場合お客さんと点呼というやり取り、実際に本当に、仮申請予約された方がご本人なのかということを確かめる意味もあって、点呼というやり取りをした上で、特定自然観光資源の入り口の看板にある QR コードをスマートフォンで読み込んで入域するというふうになっております。で入域すると画面上が一応地図を示すようになっていて、最後待機の時も QR コードを読み込んで待機していくというふうになっております。このシステムもまだ運用を開始したばかりで不具合もちょこちょこ出ているので、それももう徐々に改善してもらいながらずっと対応して動かしております。でそれ以外の観光管理の取り組みとしましては、さまざまなモニタリングですね、観光の利用による影響がどう出ているかというモニタリングの実施とか評価の仕組みができてきたり、また訪問税の導入の検討がされています。それから西表島観光管理計画というのが立てられていて、一応目標値としては入域の観光客数を一定に抑えていくというふうに設定されています。でこういったさまざまな観光管理の取り組みを現場で運用を担う組織として私たち西表財団が設立しました。2021年の11月です。なので私が役場の人間のようにこういった取り組みをお話しできる、そらそらお話しできるのは、私たち自身が実際にこの運用の部分でかなり現場で動かせていただいております。西表財団としては他にこういった行政機関からの受託以外にもさまざまな環境保全の自主事業というのを今進めているところです。はい、でこういったルールの検討ですとかっていうのは大体もう2016年ぐらいから始まっていまして、並行していろんなことが検討されてきました。その中でたくさんいるガイドさんとの対話の時間というのも非常に多かったりとか、各行政機関の集まりというのも非常にもう回数をかなりこなして今に至っているような状況です。で今現在、これ全ての取り組みは今も現在進行形で続いていますし、これからもさまざまな課題をまた乗り越えながら変化しながら対応していくことが必要ではないかと思っております。はい。で私自身、100年後も変わらない西表島であるといいなというふうに思いながらずっとやってきてるんですけど、最近西表島を3月に卒業して島を出て行ってしまった中学生にアンケートをちょうど4月になってから取って、100年後の西表島はどうあってほしいですかっていうことを聞いたら、もう本当 100% に近い、ほぼ 100% に近い子どもたちが変わらないでほしい、自然がそのままであってほしい、自然がさらに良くなってほしいっていう回答をもらったんですね。でやっぱり島の子どもたちがそういうふうに思っているんだなっていうのを改めて感じて、同じ気持ちで私たちはやっぱり変わらない西表のために今後もやっていかなきゃいけないということを感じたところです。はい、以上で私の話を終わります。今日はこの後皆さんの話楽しみにしております。ありがとうございました。はい、徳岡さんありがとうございました。それでは続きまして、今度は日本で一番北の世界自然遺産となります知床から知床財団の山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、南からバトンを頂戴しまして、知床からご紹介したいと思います。改めまして知床財団の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとタイトルはとても硬いんですけど、今日のお話は私たちが知床でいろんな関係者とさまざまな課題に向き合って取り組んでいることを少しご紹介したいと思います。で先ほども VTR で場所はご存知かなと思うんですけど、北海道の右端のとんがったところですね。
で、細長く貫いて、全部周りを海で囲まれたところが知床です。で、この知床半島2つの町でできていて、西側の海岸の方が斜里町、それから右側が羅臼町の2つの市町村でできています。で、特徴は細く長くてすごく狭いっていうところに、いろんな環境があるということで、代表的なお話は先ほどの VTR で流氷も出てきましたけど、流氷から循環する海から山へ陸の生態系の循環ということが評価されて世界自然遺産になりました。鉱山帯があったりですね、あるいは海の王者のシャチがいたり、大型の鯨類が来たり、陸で行けばヒグマみたいな、日本で最大級の哺乳類が陸の生態系の頂点に立っている、こういった大型の生き物から小さい生き物までこの狭い半島の中に凝縮して生息しているというのが知床の環境の特徴かなというふうに思います。で、ちょっと私が所属する知床財団のこともご紹介したいと思います。知床財団の設立は今から37年ぐらい前ですね。斜里町が最初に作って、その後世界自然遺産登録を機に、東側の羅臼町も参画して、今職員は50名程度で運用しています。で、知床国立公園の中を活動拠点にしてますので、4拠点の施設を、住宅で受けてまして、そこを活動拠点にいろんなことをしているところです。ちょっと詳細はこの後少しは話しますけど、ウェブサイトもありますので、ぜひ後でご興味あればご覧いただければと思います。で、コンセプトは知り守り伝えるというコンセプトで活動していて、野生動物対策ですとか、あるいは森林再生、そして来訪者に向けたインフォメーションとか、施設管理ということのこの3本柱でやってまして、最近お話しするのは動物と森と人の活動をしております。で、さっきお話ししたような凝縮した生態系がある自然環境の中で、知床国立公園の中で活動しているわけですけど、いろいろ課題もあります。で、課題の少し抜粋したお話をすると、例えば野生動物対応のところでは、年間西表もたくさんの観光客の方いらっしゃってましたけど、知床も漏れなく100万人前後の観光客が年間訪れる場所で、かつですね、先ほどの写真にお示ししたヒグマも生息する場所です。で、そして住人の暮らしもあって、住民は斜里町に1万人程度で、羅臼には4200人ぐらいという住民の生活もあります。で、その中で先ほどのそのヒグマの目撃件数がやっぱり毎年1000件を超えるような状況の場所です。で、どうしてもそのヒグマの生息地と人の生活圏、それから人の利用域っていうのが隣接しているので、動物との圧力っていうのが生まれる。で、2軸あって、一つは、観光客との圧力ですね。お写真にあるように、実は左の写真はもう15年ぐらい前の写真なんですけど、ただしこの状況がもう毎年今も起こっています。これは秋に川に登る鮭を目当てにやってくるヒグマを一目見ようとか、あるいはヒグマが出没すると、皆さん車から降りたりということで、こういう渋滞、人の渋滞が起きたり、あるいはそこに行くために道路を走っている車がそこで停車して、熊渋滞ですね、今ベアジャムとか呼びますけど、こういった状況がもう本当に毎年、起こっているところです。で、それから右下のは、隣接するがゆえにその人にとってはゴミですけど、ヒグマにとって、あるいは野生動物、他の野生動物にとっても、餌になり得るようなものの管理があんまり十分でないと、こういった形で、あれ実際にヒグマが倒したゴミ箱ですけど、こういったことが起きたり、あるいは斜里町は農作物、農業が盛んですので、農作物の被害があったりというようなこともあります。で、その課題をずっと見過ごしているわけではなくて、私たち自身あるいは町と一緒に連携をして対策も行っていて、この左の写真は、私も住んでる斜里町のウトロという場所を、上から撮った写真なんですけど、人を電気柵の中で囲んでいる。電気柵によってある程度ヒグマの野生動物との境界線を引くために、ぐるっと人を檻の中に入れる感じですね。で、入れて、ヒグマとの境界線を引くというようなことをやったりですとか、
北海道ではゴミ収集場所をゴミステーションとか呼びますけど、そこのゴミステーションの、ゴミ箱をヒグマ対策のものに変える。これは地域の鉄工所の、シティ環境さんというところと一緒に共同開発をしてで設置をすると。ただちょっとこれ課題なのは設置費用も含めて1台60万円ぐらいするので、これの普及も含めて徐々にやってるところですけれども、こんな対策なんかもしてます。でもう一つは先ほど森林再生知床でやってるってお話ししたんですけど、ここにも課題があります。で森林再生なんで、そもそも世界自然遺産でやってるかっていうとですね、これ知床連山の西側から見た写真ですが、かつて知床半島には実は開拓の歴史がありました。大正時代ぐらいからもずっと入植者が入って農業とか酪農とかやった開拓の歴史があったんですが、いろんな理由で離農が始まって最後開拓跡地だけが残って、少し黄緑色に見えているところが跡地のまだ森が戻ってない時の写真ですけど、こういった場所を斜里町が元の森に戻しましょうということで、今から50年近く前ですかね、この知床100平方メートル運動というトラスト運動を開始しています。で、ここに木を植えたり、自然に生えてきたところもありますけど、なるべく人の手も加えながら早く森が再生するようにということでやっている運動が、私たちも携わっている、この運動ですね。でただしですね、北方地なので、南と違ってなかなか木の成長も遅い。それから、その課題というのがこれですね。全国各地今エゾシカニホンジカの増加が問題になってますけど、知床も漏れなくエゾシカの増加がありまして、せっかく植えたりあるいは生えている木の樹皮を食べてしまう。でそうすると鹿が食べる木だけが枯れていって森が単一化していく。あるいは種が飛んできて新しい芽が出てもそれを鹿が食べてしまうことによってなかなか森の再生が進まないという課題も実はあります。でこれも課題対策に向き合ってそもそもの木に、樹皮保護ネットというネットを巻いて食べられないようにしたりですとか、巨大な柵を作ってですね森自体を囲っていくというふうにして鹿の侵入を防いだりなんかもしています。ただものすごく広いですし、森づくりのスタッフってうちの、組織の中では3名前後しかいないので、それをどれだけ進められるかというと、ここからは関係者のとの協業の事例をお話ししたいと思いますが、例えばボランティアの方々全国各地からやってきていただいてさっきのネットを巻いたりとかあるいは柵を作るとかそういったことに力をお貸しいただいたりですとか、そもそも先ほどの知床100平方メートル運動って開拓跡地を買い取って保全してるんですよね。でそれは全国各地の5万人からの寄付を、いただいてで5億円を集めて町が買い取ったというようなもう本当に広く全国各地から、協力いただいたりということも、行っています。あるいはですね地域と活動している事例としては先ほどのヒグマの話がありましたけど、やはり我々の対策員だけではとてもじゃないですけど対応その対処療法とかあるいは事前の柵ゴミ箱だけではどうしても賄いきれないところがあるので、そもそものヒグマがいる場所に暮らしてるんだよということを地域の人たちに学んでもらう。でヒグマがいる前提で暮らしてもらうということでもう20年以上我々が、地元の学校でヒグマ授業を実施しています。あるいは子どもたちだけじゃなくて大人世代に対してもその年ヒグマがどういう行動があったかとか出没があったかっていう熊畑会議っていうちょっと井戸端会議にかけてますけど、こういうものを年に1回必ずやったりとか、あとはその電気柵だけでは全然防ぎきれないところもあるのでみんなで草を買ってなるべく見通しがいいところヒグマが近づきづらいような場所を作るということもやってます。町内会とかですね。そしてこれは企業とやってますけど地域のホテルがありましてそことも5年6年目ぐらいになりますがこういった熊活という、その活動自体をブランディングしてで草刈りをするとデザイナーが入って作ったロゴなんかも出してやっていくというようなこともしてて、これはちょっと面白いのは一つの地域の企業がやり始めたことですけどその企業から北小内リゾートさんというホテルからその関係企業とかあるいは顧客そしてそのインターンシップで来る大学生も参加し始めてとの活動が広がっているという事例ですね。
はい、あるいはですね、これは、観光施設との協業という、事例になるかと思うんですけど、我々2011年から旭山動物園さんと連携協定を結んでいて、向こうのスタッフが知床に来たりフィールドを学ぶってこともやるんですけど、これが2022年ですかね、新しくできたヒグマ館に今お話ししたような知床で起きている現状っていうのをまず皆さんに知ってもらうこと、知床に来る前に、あるいは来た後、それからこれからもしかしたら行くかもしれない人に、本当のこと、事実、正しいことを伝えたいということでヒグマ館に展示を入れさせてもらっています。旭山動物園さんも年間120万人ぐらいですかね、130万人とかいらっしゃる施設で、知床だけで発信しているのではなくて、こういった集客力のあるところと連携して伝えていくっていうことも一つ大きな協業かなというふうに思います。で、後半のお話、最後の方のお話ですけど、企業さんとの連携も結構最近は増えてきています。で、我々知床財団は参助会員制度というのも設けていて、個人会員、それから企業会員のご寄付によって、会費ですね、会費に支えられたりとかもしてるんですけど、だんだん増えてまいりまして、今これ企業さんが出てますけど、これだけの企業の方に支えられています。今140社150社ぐらいになりましたかね。この違いはですね、右はしっかりロゴマークが出てるんですけど、こちらは一口10万円で左側は一口2万円っていう、ちょっとその会費の差があるんですが、こういった形で、企業にも支えられたりしてますし、会員制度でのご支援以外にもこういったちょっと抜粋ですけれども、さまざまな企業の方に資金の援助、あるいは物品の援助、それから商品開発なんかによる、協業、そして、ヒグマ教材なんかを開発するような、開発プロジェクトを一緒にやるみたいなこともやったりしてます。で、商品開発については、これは最近作ってるものですけど、こういったその商品を作ることによって生み出される利益を我々の活動費に変えていくっていうことを行ったりもしてます。あるいは物品の支援については、これ、スバルさんからの車両提供なんですが、ラッピングもしていただいて、国立公園であえて目立つ車を走らせて、先ほどのベアジャムみたいなところでこういう車でパトロールをして、我々警察権限とかないので、あそこにいたところで取り締まりができないんですよね。なので、こういった見た目で勝負というか、一緒に行ってパトロールカーと一緒に行って、少しこうなんていうんでしょう、見た目でコントロールするというようなことなんかも試みたり、さっき言った60万かかるゴミ対策のゴミ箱なんかにご支援もいただいたりしてます。で、このような先ほどの商品もそうなんですけど、物をいただくっていうことはその物品とかお金の支援だけじゃなくて、そういったそのブランド力のある社会に、精通しているというか、社会に名前が知られている企業の方々の名前によって我々も信頼性を得るというようなことが実はあるというふうに思ってます。お金のものだけじゃなくてですね、社会信頼性を得ているんじゃないかなというふうに実感してます。先ほど企業の抜粋であったところからもう一つだけちょっと抜粋特出しであれなんですけど、ダイキン工業さんの社員ボランティアっていうのがもううちでは15年目ですか、2011年から続いているので、やっているのがあって、もう延べ人数が244人ということになりました。で、このボランティアで社員の方々が自分のお金を払って休みを取って知床にやってきて、しかも森を作る作業に土方作業みたいなのに参加してくださるんですけど、こういった活動がやっぱりその資金とかそういうことだけじゃなくて、人が関わることによって企業にその文化というか活動が浸透していくみたいなことが起きていると思ってます。で、この事例をですね見た他の企業の方々が自分たちもそういうことをやりたいということで、今企業研修のオファーもだいぶ増えてきています。で、企業の方が実際に森に入って森林再生に携わるというようなことも増えてきてますね。で、またその企業研修が増えてきて、その企業研修の中から地域課題を解決するようなことなんかも実際あったりして、これはゴミ拾いやった時に海洋プラスチックゴミを拾った活動があったんですけど、なかなかその海洋プラスチックをこうアップサイクルするところまでいかないわけですね。で、特にその大きい海洋系のゴミとかを拾っても処理がしきれないっていうことが
あります。なのでこういうことを課題解決にしているですね。で最後まとめなんですけど、企業の関わりっていうのが結局そのブランド力とか社会の信頼性を享受していただいているっていうことにもつながりますし、あるいは、さっきのボランティアがありますけど、自分ごとに変わっていく、マインドが変わっていくっていうことが、一つ言えるかなというふうに思ってます。なので、いろんな関係者がつながることで、マインドが変わったり企業文化が変わったりで、こういうふうに関係者がどんどん増えていく。で一つの歯車がどんどん回りながら、さらに広がっていって輪が大きくなっていくというような、活動かなというふうに思ってます。はい、ご地域もありますので、ご地域と連携してまたこういった活動も続けていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。はい、山本さんありがとうございました。それではですね、後半第1部ですね、ディスカッションに移っていきたいと思います。すべてのご地域の代表の方、そして世界遺産の保全に関わっていらっしゃる企業の方々に登壇いただいてですね、でこれからそれぞれの方からですね、5分ずつ程度簡単な話題提供もしていただきます。で後半第2部ではですね、実際にディスカッションに移っていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは時間もありますので早速進めていきたいと思います。まずはじめにですね、秋田白神ガイド協会会長の斉藤恵さみさんより白神山地のお話をいただこうと思います。どうぞご登壇ください。秋田白神から参りました斉藤と申します。今日はですね、白神山地のモデルのこれまでと課題ということを含めてお話ししたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最初のこの絵ですけれども、秋田県と青森県の世界遺産地域の核心部を今見ていただいています。ご覧の通り、人工物が一切ないね、本当に落ち着いたいい森であります。ですが、この森はこれは紅葉ですけれどもね、国立公園も国定公園にも県立公園、核心地域はもう県立公園もありません。ですのでいずれにも指定されていません。今後も開発は白神山地はないと思います。太古からの森の原生林と言ってもいいなと思います。この森が32年前突然のごとく自然遺産に登録されましたが、観光に対する土台がほとんどなかったですね。誰も来ないとこだったんです。はい。そういうことで、それからもう各行政の皆さんもアクセスの道路工事、トイレ、駐車場ガイド育成、それからエコツアーだとかいろんなことに取り組んできましたし、ようやく今落ち着いて物事に対応できるようになったのかなと思っております。次に行きます。白神山地も含めてですけれども、日本ばかりじゃなくて世界にはいろんな多種多様な植物森があります。その生物の恩恵は言わずと知れて計り知れないものがあると思います。白神山地の最大の特徴と言ってもいいかなと思いますが、やはり落葉樹のこの落ち葉の腐葉土じゃないかなと思っております。保水能力はもちろん、植物の酵母菌などが発見されております。難病を治す薬となる未知の植物菌類が眠っているかもしれない。そしてまた
遺伝子資源の貯蔵庫がこのブナの森にあると私は思っております。この映像は世界遺産地域のきれいな水なんですけれども、私たちの先人方が水はやっぱり命の根源であるということで、水を守るために、大きな開発工事を止めてくれました。そのおかげで森が守られまして、自然遺産を引き寄せたんじゃないかなと思います。私たちはこれから先人たちが残してくれたものに少しでも磨きをかけていければと思っています。そしておかげさまでそれと夏、今までなかったリバートレッキング、親子連れの方々もこの夏休み、このきれいな水を楽しんでいただいております。やはり最初の頃は、白神山地、観光地ではなかったんですけれども、徐々に森が好きだという人方が増えてきましたので、私もガイドしながらこれはいい傾向だなと今見ております。はい。課題でありますけれども、白神山地はやっぱり半年山に入りません。それは雪が多いということでありまして、奥山に行くにはものすごい距離の道を歩いていかないといけませんので、真冬は大変厳しいものになります。昨年白神山地に入山したのは、青森県秋田県合わせて3万9,000人ぐらいですね。ですので、今日お集まりの他の方々とは地域とは随分少ないんですね。やっぱり半年というブランクが、これが今だかつて30年経ってもなかなか解消できない、本当に、みんなでこれからどうしていこうかというところが大きい課題になると思います。それでも5年ぐらい前からかんじきとかスノーシューで歩くツアーが来まして、少しずつですけども雪を利用するようになっております。今後これからですけれども、この美しい白神の森の生き方をぜひとも見つめていただいて、これからこのマザーツリーと我々はどう向き合っていけばいいのかということを含めて、ガイドしていければなと思います。いろいろ話したいこといっぱいありますけれども、時間ですのでこれで拙い話で終了させていただきます。ありがとうございました。はい、斉藤様ありがとうございました。それでは続きまして小笠原村からですね、村長お越しいただいております。渋谷村長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。小笠原村長の渋谷と言います。私は42年前に小笠原に移り住みまして、役場に入ってですね、エコツーリズムとか、あとホエールウォッチングの立ち上げ、それから世界遺産登録にあたっての担当もしたりということで関わってまいりました。で今日は小笠原での自然保護と暮らしの両立に関する一つの事例として報告をさせていただきたいと思っています。でまず小笠原諸島の位置ですが、東京から南に約1000キロに父島がありまして、
週に1回程度の定期船が24時間で就航しています。アクセスのハードルの高さ、これが自然環境の保全にはプラスに働いていると言えます。また小笠原の島々は大陸と一度もつながったことがない海洋島であることが世界遺産自然遺産登録の源になったと言えます。世界自然遺産になるまでの経緯ですが、まず2003年5月、世界自然遺産国内候補地として選定され、2010年1月に評価基準のうち地形地質、生態系、生物多様性で推薦されて、IUCN による評価を経て、2011年6月に世界遺産委員会において生態系、この生態系だけで登録が決定されました。でこの生態系で何が評価されたかということで4点挙げておりますが、固有種率が極めて高いこと、また植物では進行中の種分化の重要な中心地となっていること、生物がさまざまな場所に適応して進化した証拠がよく残っていること、面積が小さい割に陸外と植物の固有種の割合が並外れているということがあります。しかしながらそのまま何もしなくてもこの生態系が守られるかということではそのようなことはなくて、国や東京都また村、多くの研究者、自然環境系の NPO 法人などさまざまな機関が協力して保全事業を行っています。ここに列記したスライドに、列記しました事業名には保全、保護、修復という言葉が並んでいます。具体的には小笠原、失礼しました。具体的には小笠原の生態系を脅かす外来種対策が多く含まれていますが、外来種対策の目的というのは固有種、在来種の保全であり、野ヤギやアノールトカゲなどの外来種駆除というのも保全のための手段の一つであります。で今回このテーマに沿った事例としてスライドで赤字になっている小笠原猫プロジェクトについて説明させていただきます。小笠原に生息する希少な鳥、小笠原オオコウモリを襲う存在とし鳥や、オオコウモリを襲う存在として猫がいます。集落内では飼い猫管理が課題で、猫を含めたペット持ち込み制限をしたり、管理を徹底したりするために令和2年にペット条例を制定しました。段階的な施行を目指しており、まずは村内におけるペットの登録が行われ、現在は持ち込みの申告が施行されています。今後適正な管理のもとに持ち込めるペットとしてホワイトリスト作りが検討されています。また集落外では野猫を捕獲し譲渡する体制が定着し、これまでに1200頭以上を捕獲し、その多くが東京都獣医師会、船会社、地域の協力を得て本土の希望する飼い主に譲渡されています。この猫プロジェクトによる成果として猫の室内使用が浸透し、野良猫がいなくなり、山の猫が減り、保全対象種のアカガシラカラスバトや小笠原オオコウモリなどはよく目撃するようになりました。一方で村民からネズミの集落内での出現回数の増加や農作物被害の増加、これはこの猫プロジェクトの進行が原因だという声が多く寄せられるようになってきました。また世界自然遺産の地域連絡会議からもネズミ対策を求める要望が出されています。そこで生態系に限らず生活や農業を守るための対策として、無人島でのネズミ駆除のノウハウを生かした集落内ネズミ一斉防除や村民へのカゴ罠、殺鼠剤を入れるベイトステーションの無料貸し出し、農業者へは殺鼠剤の購入補助を村が実施するようになっています。しかしながら根絶に向けた取り組みとはなっておらず、集落内対策、農業対策は対症療法に終始したままとなっています。独自の生態系を形成し、世界に認められた小笠原の自然ですが、一方で200年ほど前に人が住み始めてから入ってきた外来種により、あらゆる固有種、在来種が影響を受けており、人の定住前の生態系に復元するには限界があります。また事例としてお伝えした猫が減ったらネズミが増えて、人の生活産業に支障をきたしているという構図は、自然保護と暮らしの両立の難しさを示しています。
両立のための試行錯誤が続いているという報告で、私の発言は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、渋谷村長ありがとうございました。続きましてですね、次からはちょっと2名続けて企業の方にどのように世界遺産の保全に関わっていらっしゃるかご報告いただきます。まずはダイキン工業株式会社の菅見様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ダイキン菅見と申します。ダイキンはですね、世界自然遺産の知床と西表島のご支援させていただいてますので、今日は少しそのお話できればなと思います。で、まずはじめにですね、弊社のご紹介を少しさせていただきたいんですけれども、ダイキン工業株式会社は大阪梅田に本社があるエアコンの会社です。で、実は日本の売上が2割を切ってまして、今は世界170カ国以上で事業を展開しているグローバル企業でございます。で、皆さん空気で答えを出す会社のテレビ CM ご覧になられた方いらっしゃるかと思いますけれども、ダイキンの事業、見ていただいた通り、9割以上が空調エアコンの事業になりますので、空気の専門家として世界中の空気をきれいに快適にするということを目指している企業でございます。で、皆さんよくご存知の通り、エアコンというのは電力をたくさん消費してしまう商品ですので、私たちの事業と気候変動問題というのはもう切っても切り離せない関係にあると思っています。で、その対応は最も取り組むべき社会課題であるというふうに認識をしておりまして、こちらのグラフ、世界が排出する温室効果ガスの排出の内訳になりますけれども、この大半の部分はですね、事業を通じて貢献をしたいというふうに考えております。省エネ製品の普及ですとか、低温暖化冷媒の開発とか、そういったことでですね、事業を通じて温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。で、それ以外にもですね、できることは何かないかなということを考えて、この 11%、約1割のところに注目して始めたのが森林保全です。社会貢献事業として弊社は取り組んでおります。で、もう一つですね、森は地球のエアコンというのも皆さんにお伝えしたいなと思うことなんですけれども、やはり森の持つ機能ってここに書いてある通り、空気育む機能だったり、冷房効果だったり、空気清浄効果だったり、いろいろありますよね。ですので、空気で答えを出す会社として、地球の空気を快適にするための森林を守るというのは、当社として非常に親和性があるといいますか、するべき当然のことなのではないかなというふうに考えております。で、自然環境保全とか生物多様性保全という活動に関しましては、事業の中でも取り組んでおりまして、世界中で従業員が主体となった活動をいろいろと行っております。で、今日はですね、お話ししたいのはこの空気を育む森プロジェクトについてです。2014年にダイキン工業の本社が主体となった環境社会貢献プロジェクトというのをスタートしています。で、実際、当初はですね、2014年から10年間のつもりで始めたんですけど、実際やり始めてから気がついたんですね。自然を守るために森を育てるっていうのは、人を育てるのと同じぐらい非常に手間もかかるし、時間もかかるし、本当に長期的に本当に腰を落ち着けてやらないといけないんだなということに私たちは気がつきまして。で、10年経った2024年、ちょうど弊社の創業100周年を迎える年でもあったんですけれども、まだまだ私たちはこの地球に対してやることがあるよねと。で、まだまだ取り組むべきところもあるよねということで、そのプロジェクトをですね、さらに10年延長しまして、西表島を含む地域に拡大をしまして、第2期というのを今再スタートしているところです。で、ようやくですね、知床と西表の話にたどり着くんですけど、ちょっと前置きが長くなっちゃいましたけど、結果的にですね、日本の支援地、今その2つ、西表と知床になりました。で、結果的に世界自然遺産の2カ所になりましたけれども、この2カ所にしてよかったなと思う点がいくつかありまして、
まずやっぱり最初ここどこを日本国内でどこを支援するっていうふうになった時に、いろんな方々にご推薦をいただいたり、ご相談もしましたし、ご推薦もいただいたんですね。大学の先生とか環境省さんとか、いろんな方にご相談して決めたんですけど、やっぱり私たちにとって世界自然遺産のであるということが非常に大きかったです。っていうのも一番最初申し上げた通り当社はグローバル企業ですので、やっぱり海外のメディアとか海外の従業員にとって世界自然遺産であるというのはやっぱり知名度が高いので、その土地のイメージがしやすいというところが一つのメリットでした。でもう一つはですね、やっぱり世界自然遺産っていうのは、人類共通の宝物として後世に伝えていくべき場所というのが明確ですので、その管理体制とか方向性がはっきりしているという点で当社としてもすごいやりやすいなというふうに感じています。で、知床ではですね、例えばですけど、知床では知床財団さんと斜里町さん、羅臼町さんとダイキンが4社協定を結びまして、これまで地域と連携した活動を行ってくることができました。で、知床の支援は実は2011年からそのプロジェクトが始まるよりも少し前からスタートしておりまして、支援内容はさっき山本さんからもご紹介あった知床100平方メートル運動を通じた森林再生というのが中心メインになっています。で、少しずつですけれども森づくりの成果が見えてきていると思っています。でさっきもご紹介ありましたけれども、この森づくりには従業員ボランティアも参加をしてまして、やっぱりこうやって長く続けてこられたのもやっぱり単に寄付お金を渡して終わりっていうのではなくてですね、人のつながりができて顔の見える支援につながってきたというところが非常に大きいのではないかなと思っています。でこれまで、知床に派遣した従業員、200人以上250人近くになってるんですけれども、4日間のプログラムなんですが、実質移動で前後取られてしまうので実質中2日の活動になります。でそうやって一緒に活動する中で一番多いコメントはここにあるように、自然を壊すのは簡単でも再生させるのは本当に大変だということを身に染みて理解するというところが多いです。でやっぱり2日間で知床とか自然に貢献はできたけど、やっぱり2日間じゃ足りないっていうことも同時に理解をするわけですよね。で皆さん結構ここに書いてる通り、自分がもっと環境問題について学ぼうという気になったとか、実際自分の家庭とか自分の仕事において環境に何ができるのかっていう考える機会になったっていう声を多くいただいてます。で私普段社内でも環境教育とか担当してますけど、なかなか環境問題を自分事として捉えるって非常に難しいですよね。ですので本当に知床のフィールドを借りてですね、私たちもすごい多くのことを学ばせていただいてて本当にありがたいなと思っています。この右の写真は夕食の時なんですけど、毎回町長さんも来てくださって一緒にご飯食べながらですね、知床今こんなん大変なんだよとかいろんな話ができるのが非常に従業員も喜んでいます。で西表は2024年からスタートしたばっかりなんで、ちょっとこれからなので、何が起こるのか非常に楽しみなんですけど、今月末からですね西表でも従業員ボランティアをしようと思ってまして、社内に応募をかけたところですね、めちゃくちゃ応募が多くてですね、もう10倍近い倍率だったんでまたこれも続けていきたいなというふうに思っています。でこのようにですね、私たちは企業という立場ではありますけれども、知床や西表の支援をさせていただいて非常に楽しいですし、非常に私たちも勉強になるというか学ばせていただくところが非常に多いです。ですので、世界自然遺産、みんなで守るべき共通の遺産ですので、ぜひですねもういろんな企業の方とかいろんな組織の方個人の方一緒に活動ができれば、そしてどんどんこの活動が大きくなればいいなという思いを込めて今日はお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。はい、菅見様ありがとうございました。それでは続きまして世界自然遺産推進共同体代表 JAL 鹿児島支店長の中山様、よろしくお願いいたします。
失礼いたしました。ただいまご紹介いただきました、世界自然遺産共同体代表しております日本航空鹿児島支店の中山と申します。よろしくお願いいたします。本日は共同体の主な活動事例、それから今後の課題について紹介していきたいというふうに思っております。まずはじめに、共同体設立の背景でございますけれども、共同体は2019年の8月に設立いたしました。まだ歴史は浅いものでございます。2018年の世界自然遺産登録の延期、民間組織の不在、この結束が不可欠ということで、日本航空、それから日本エアコミューター、NTT ドコモの3社が立ち上がりまして、約50社近くの賛同を得まして設立いたしました。現在は71社まで増えております。共同体の特徴といたしましては、こちらにあります同じ志のもとに集う企業団体の任意の集まりでございます。会費や負担金はございません。環境保全や観光に関係のない企業や団体が約6割を占めております。持続可能な社会づくりは島に住む、島に関係する一人一人、一社一社の意識の醸成と行動からという考え方に基づいております。活動のイメージでございますけれども、この下から層が積み上がってございますけれども、1層目のところ、個人としての活動、こちらはまさに意識の醸成でございます。そして2層目、企業団体としての活動、環境保全への貢献とともに企業利益にもつながる取り組み、自然環境、企業、消費者とも満足する三方よしの形というものを目指しております。そして最上層が共同体全体での全企業を通じたうねりのある活動というものを目指しております。これからは企業活動の例をご紹介したいと思います。まずはじめに太平前期様のエコひいきプロジェクトでございます。こちら私も愛用しておりますけれども、奄美のクロウサギなどの希少動物を刺繍されたハンカチ等を販売いたしまして、この売上の一部を自然保護団体に寄付しております。5年間の取り組みの中で約825万円がそういった団体に寄付をされております。現在はJAL グループの JAR の機内販売でも発売をされております。次に奄美空港での希少生物の持ち出し防止対策でございます。空港関係者が一致団結いたしまして、さまざまな持ち出しを水際で防止するという活動をしております。こちらがその事例でございますけれども、機内持ち込み手荷物の中にイモリ、それからクワガタ等、個人の趣味の範疇での持ち出しなのかなというふうに思われるのがありました。それから右側の方は大量のシリケンイモリでございます。こちらは個人の思考というよりも販売目的ではないのかなというふうに推察されます。こういったものが発見されますと、タブレットで環境省にこの画像を送って、これが持ち出し防止かどうしかというものを確認させていただいております。調査の結果、絶滅危惧種ではありませんでしたけれども、希少種に限らず島の生き物が大量に持ち出されることによる島の生態系の影響が懸念されるところでございます。続きまして世界自然遺産、環境保全啓発活動でございます。JAL グループの機体にこのようなロゴをしたものをつけまして、日本全国飛ばしている時期がございました。現在は2025年から沖縄の JTA 日本トランスオーシャン航空の機体にしております。この下に書いてあります絵はですね、絵画コンクールで子どもたちが描いた絵をこの飛行機のロゴにつけさせていただいております。それからこちらは奄美大島の海運酒造様、真ん中にこの奄美ラビットという焼酎がございますけれども、こちらの売り上げの一部を宇検村、これ奄美のクロウサギがよく道路に出てくるんですけれども、宇検村にラビットロードというものを設置いたしました。こういったものを設置することでドライバーへの中期換気を促しております。こちらは企業ではありませんけれども、徳之島虹の会の歩みでございます。2011年の4月に設立されました。島の子どもたちの健やかな成長と島の豊かな自然をいつまでも残したいという思いで設立され、次世代を育て未来を伝える取り組みをしております。現在156名の組織講演数がいらっしゃるということですけれども、
当該からの賛同者も多く、今過半数が当該からの方ということでございます。10年目の課題のところに書いてあります自然を壊してきたのはすべて人間活動が原因という言葉が非常に刺さるかなというふうに思っております。これからは共同体全体での活動でございます。奄美大島のビーチクリーン作業でございます。大量のペットボトルが取れました。これが海外からの漂流物であるということに気づき、島内だけではなく外へのメッセージも必要かなということを理解したところでございます。これは希少動物のアマミトゲネズミの繁殖のためのシイの実集めでございます。アマミトゲネズミの好物がシイの実であるということで、たくさんのシイの実を集め、そして繁殖のために使いました。子どもたちが毎年秋になるとこのシイの実が実るという自然の現象を理解し、そしてこのアマミトゲネズミに思いを馳せると、こういうふうなプラスのループを作っていったかなというふうに思っております。最後でございます。奄美のクロウサギの交通事故防止レスキューボックスというものを作成しております。このボックスを搭載することによって、運転者が奄美のクロウサギのロードキル防止の意識を持つ、そして実際に被害に遭った動物を箱に入れて早期に運搬して命を助けたという事例も多数報告されております。この共同体が目指すビジョンでございますけれども、まずは下の方から関心を持つ、知るということ、そしてそれを守る、磨くということ、島の宝魅力の適切な活用、当然ながら生活していかなければなりませんので、この適切な活用が必要になります。そして最終的に保全と活用の両立による持続可能な島づくりをしていきたいというふうに思っております。島の言葉でムンヌシーティハヤネン、物事の知り果てることはないということわざがあります。これを共同体のメンバーも興味を持つ、知るということをずっと続けていきたいというふうに思っております。最後、今後の課題でございますけれども、この目的を達成するために参加意義が実感できる活動の工夫ですとか、メンバー企業各社の企業価値の向上、収益を上げながらこの活動を続けていくということをしっかりと考えていかなければならない。それから参加企業が増えておりますので、事務局体制のですね、運営体制の検討もしていかないといけないと思います。お金を取っていくのか、それとも新しい形での運営体系を模索するのか、いろいろと検討していきたいというふうに思っております。短い時間ですけれども、ご清聴いただきありがさまりょうたおもだられん、ありがとうございました。はい、中山様ありがとうございました。奄美大島徳之島の活動でした。それでは続きまして、今日最後の話題提供となります。環境省九州地方環境事務所長典久様よりですね、屋久島の話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました環境省九州地方環境事務所の典久と申します。よろしくお願いします。はい、私のプロフィールをご紹介します。環境省の職員です。自然系のレンジャーという仕事をしておりまして、世界自然遺産との出会いは2008年釧路事務所の次長をやってまして、知床に3年間関わりました。その後鹿児島県に出向しまして、これが3年8ヶ月、これ屋久島の管理と、あと奄美を世界遺産に知っていこうというその動き出しとかの途中ですね、スケジューリングをしたりとかそのあたりで関わっておりまして、この3カ所が私の現地での体験となります。その後東京に戻りましていろいろやって、昨年6月計画課長ってやってましたので、これ5地域全部にかかっております。なので本当は5地域全部平等じゃなきゃいけないんですが、今日は私屋久島枠で来ているということで、屋久島をちょっとエコひいきしますのでよろしくお願いします。でまずは一つ屋久島から始まった世界遺産の歴史と自然との共生理念というのをご紹介したいと思います。屋久島世界遺産区域、島のこういう部分ですね、黄緑のが国立公園ですが、ピンク色のところが世界遺産区域になっておりまして、山の標高の高い部分と、それから西部林道といいますか、西側の海岸線と山岳部奥岳とのこの連続性、こういったあたりが対象です。1万ヘクタールほどでございますが、島の2割が世界遺産になっております。でこの屋久島何であったかといいますと、基本的にはこの景観と生態系です。景観は屋久杉に代表する巨木のようなですね、原生的な天然林や標高差による自然美、それから高山帯、屋久島の海岸線は亜熱帯とか温帯であり、暖温帯であり、
山頂部は北海道の函館あたりの気候帯だってことで、この日本列島の気候帯を凝縮するようなそういう生態系、これが評価になっています。右側の方に各世界遺産、何が認められて認められなかったかって、先ほど村長の話もございましたけれども、まだ地形地質は日本でなったところはないんですが、この自然景観で認められているのは屋久島だけという形になっております。それからこの屋久島の歴史でございますが、屋久島はもともと林業と自然保護をめぐるいろんな島民の方々の議論ですとか、それから上屋久町、八久町、それぞれこの屋久杉の里整備事業ですか、林地活用計画、島民の方々の中で非常に大きな議論がされておりました。そういった流れの中で、この鹿児島県が屋久島環境文化懇談会というのを立ち上げて、文化村構想というのを策定に向かうんですね。それは今日右側にその中心メンバーの方々、委員の方書いておりますが、元国土庁次官の下神戸さん、それから梅原武さんとか宮俊平さん、それからノーベル賞の福井健一さんとか、そうそうたる方々が集まっていらっしゃいまして、これ事務局で回されたのが、今日ちょっとご欠席ですけど、小野寺さんということになります。でここは委員が91人集まって議論する中で、屋久島を世界遺産を目指したらどうかという提案があったんですが、その時まだ条約にそもそも日本政府は入ってなかったと。で92年に鹿児島県とか委員が働きかけて、一応条約に加盟がされますと。で93年に第1号の世界遺産が入ってくるんですが、この県が作った環境文化村構想と同じタイミングで地元もこの屋久島憲章というのを立てています。やっぱり地元の方も非常に意識がそういうお持ちを持ったということだと思います。で環境文化の懇談会の議論は、一つは自然の結性、もう一つは人と自然との関係の相対、この2つが価値があるということで、一つは世界遺産登録を実現し、もう一つは共生と循環、あるいは自然との共生、あるいは環境文化という言葉がここで生まれてくるという流れになってきています。でこれは共生というのは実はですね、環境文化村構想で謳っただけではなくて、第一次国の環境基本計画でも共生循環参加国際的取り組みで自然と共生する社会となり、2010年の愛知で開かれた生物多種学 COP10 では自然と共生する世界というのはもう世界目標にもなってきております。であとこの環境文化に根ざした地域づくりは屋久島でも現在も取り組まれてきているということでございます。で最後ですが今までいろいろ経験してきた中でですね、私が考えたことをいくつかご紹介したいと思いますが、やはり今日のテーマです。世界遺産であり、あるいは国立公園としてのその価値を守るための措置、具体的に言うと規制とか制限とかっていうものと、地域住民の方々の制御とか先ほどの環境文化ですね、人と自然といろいろ織りなしてきた関わり、利活用だったり開発だったりしますが、これをどう両立していくのかということで、印象に残る言葉を3つご紹介したいと思うんですが、一つは知床後の利用調整地区っていうのを導入する時の議論をずっと重ねてきておりました。一番の観光地の5個に熊が出てくる、でリスクがあるので閉鎖するってことでは使えないってことで、認定ガイドさんがついて立ち入り制限をする利用できるようにしていこうと、その代わりに入場制限ですという、これをやっていてずっと議論が進んできた中で、地元の観光事業者、宮城物屋の経営者の方ですけど、言われたことが、ずっとこれしかないと思って議論に参加したけど、この不安でしょうがないんだっていう言葉をおっしゃられました。これは私は本当にね、すごく今でも印象に残る公務員人生の中で3つか5つの言葉の1つがこの言葉でして、やっぱり僕ら国の法律に基づいて仕事をしますが、国会が通すのはその法律であり予算なんですが、それを国の職員が特定の地域に当てはめていって、この規制をかけます、こういう制限をしますっていう地域の制御とか政策与奪っていうんですかね、それをやることに対しての地域の承認といいますか、合意形成とか、そういうスキームはどうしていくのが一番正しいんだろうというのは、これいろいろ進めながらすごく悩んだっていうのを覚えています。で2つ目鹿児島県に行って、ちょうど屋久島の20周年の時にこの本を出しました。で聞き書きの本なんですけども、屋久島の方から複数の方から言われました、やっぱり登山者が残していく信用の問題でございます。でやっぱり子どもたちが川で遊んでて、泳ぎながらその川の水をガブガブ飲んでも平気だったのが、今山の上に何があるかと思うとそういうことはできなくなったということをですね、一回ふるさとを出て戻ってこられた方からのお言葉としていただいたというのが、これも印象に残っています。で3つ目、奄美を世界遺産登録するときに、奄美のオピニオンリードの方のお一人と議論したときに、これオーバーツーリズムとかそういう問題ではなくですね、その世界遺産っていうそのグローバルな価値が入ってきたときに、その地域の人たちがつないできた昔からの価値観とか文化とか、そういうものが上書きされて消えていってしまうんじゃないかと。要するにオーバーツーリズムとかそういうものはその対応ができるんですけど、その
グローバルな価値観が入ってくることによって、ここは世界遺産だからっていろんな人がやってきて、いろんなことをやろうとすることによって地元が持っていたそもそもが失われていくんじゃないかと。でそれをどうするんだっていうところを結構議論して、この方から俺はいらないと思うけどねって言われたんですが、そういうところもすごく印象に残っております。でこれに対してどうしていくのかっていうのは私自身答えはまだ明確になってないんですが、一つ屋久島は先に環境文化とか、あるいは屋久島憲章で立てていて、そこから世界遺産という流れになってきているので、逆に世界遺産になる前の大きな価値観の部分を作ってあったのかなと思うんですが、場合によってはそういうものを作っていくっても大事かなと思ってみたり、それからやっぱり地域の方々の生活っていうところをある程度考えなきゃいけないところがあるので、やっぱり100対0とかそういうのなくてですね、49対51なのか、どれぐらいの割合か分かりませんけど、うまく調整する仕組みっていうのを今後考えていく必要があるのかなと思っています。これ考えていく必要というか、今現場で実際起こっているので、皆さんいろいろ工夫されてそれを乗り越えてきていると思うので、それをもう少しその経験を共有することが次につながるんじゃないかというふうに考えます。以上です。はい、のりさ様ありがとうございました。最後のりささんからもですね、今日のまさにテーマである自然保護と暮らしの両立というところに対してですね、非常に革新的な問い、そして暫定的な答えというのもいただきました。これもですね、この後パネルディスカッション後半部分で大いに深めていきたいところですが、その前にですね、まず簡単な質問から早速始めていきたいなと思います。今日各地域でですね、さまざまな背景であるとか課題ビジョンなどお話をいただきました。で西表では観光管理の課題がありましたし、知床ではヒグマの問題、また小笠原、これ面白いんですけど、外来種の対応をしようとすると、またそれに対するまた違う波及効果が出てきてしまうというような予期しない影響などですね、お話をいただきました。でもうご承知の通り、今日非常に限られた時間でしたので、手短にどんどんいってしまったわけですが、ここで一つですね、このパネリストの中からちょっと他の地域に対してちょっとリアクションしたいということもあると思うんですよね。ちょっと他の地域に質問したいとか、そこでの話題、私たちのところでもやってますと、そこでちょっとお話を確認しておきたいというところがあればですね、ちょっと一つ二つピックアップしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ここでちょっと他の地域に質問したい。はい、じゃあ白神山町斉藤さん、よろしくお願いします。はい、皆さんの4カ所の方は国立公園なんですね。それがとっても白神山町は羨ましいです。なんとかなりませんかね。うちの方の町長さんも今日お見えですけども、できたら国立公園にしていただいて、もう少し利活用に、お力をいただきたいなというところが、今の現状でございます。はい、ありがとうございます。少しだけ補足すると、世界遺産に登録されるためには保護担保措置っていう基盤となる法律が必要なんですね。で日本のほとんどの地域は国立公園自然公園法という法律に基づいています。これは保護と利用の両方を促進するものなので、観光のための施設であるとか道路を作るといったことも含まれているんですね。で白神山地は唯一自然環境保全法という自然保護のみをですね、ほぼ目的にした法律に基づいたものが担保措置になっているという違いがあります。そうした中で白神山地は中に観光施設のあまり作りづらい構造にあるわけですね。でこれに対してはきっと回答するのは、ずっと環境省で中枢でですねやられたのりささんが適任じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。一応今九州の所長でございましてなかなか言いにくいところがございますが、本当に今おっしゃりましたように、おっしゃったように自然環境保全地域ってやっぱり保護一本という制度にはなっています。でただなんだろう、その国立公園のビジターセンターですとか、いろんなそのもの、登山道とかですね、国立公園ではそういうのを整備していけるっていうのはあるんですが、自然環境保全地域は基本的に保全の施設じゃないとなかなか予算もつかないしっていうことがあるんですが、その外側にある施設ですと、今国際観光旅客税とかのちょっと補助の対象メニューが増えてきたりとかもしておりますので、そういったところで当面はいろいろ工夫しながらってところでちょっと考えていければなと思っています。で潜在的にやっぱり本当にどう利用していくのか、その利用するのがいいのかどうかっていう、そこの一番大きいところをまずその地域と、それから世界遺産の管理を担っている機関とで、しっかり頭合わせをするってことがまず大事かなとも思います。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。他の地域にちょっとこれ聞いてみて、じゃあ、はい、小笠原の、渋谷村長お願いします。ちょっと先に藤里さんと西目屋に過去に行って、私国立公園じゃなくても十分観光価値はあると思いますよ。私大金さんに聞きたいのは、知床はいいんですけど、先だったから西表か小笠原かっていう選択肢はなかったんでしょうか。どうしてダメだったんでしょうか。
りがとうございます。小笠原もできたらよかったですよね。やっぱり知床の成功事例をできるだけ生かしたいと思ってまして、やっぱりボランティアっていうのも結構大きいなと思ってたんですよね。でなかなか行きにくいっていうちょっとハードルがちょっと高かったっていうのはありますけど、興味はありますし、応援したいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小笠原、最初にも言いましたが、片道24時間ぐらいかかって、あとフェリーが週に1便ですね、大体っていうのがちょっとネックになっているというお話でした。私ももちろん行ったことあります。素晴らしいところですね、小笠原。はい。もう1問ぐらいもしあればですけれども、いかがでしょうか。他の地域に聞いてみたいとかよろしいですか。はい、はい、それではこの質問、終わりで次に行きたいと思います。最後ですね、典久さんがですねまさに問題提起してくださったように、今日のテーマ自然の保護と暮らしの両立という点なんですね。で今日のところではそこまでですね詳しく出てこなかったんですけども、世界遺産になってどういうふうにその地域が変わったのかっていうのもあると思うんです。最後川の水が飲めなくなったっていう屋久島のお話ありましたね。私も屋久島何度も行ってるのでよくわかるんですが、屋久島の方って川の水をそのまま飲めるっていうのは非常に誇りに思っていらっしゃるんですね。もうほとんどアイデンティティに近いぐらい、それがやっぱり革新地域にたくさん登山客が入って行くことによってやっぱ飼料の問題もありますから、やはりそれが気になってしまう、これは本当に地域の人からすると大きな変化なんですね。でそうしたのが、ある中でですね実際にどのように変わったのかっていうお話ももうちょっと膨らませたいなというふうに思っているんです。でこの辺りで、もちろん悪かったことばかりじゃなくて、もちろん良かったこともたくさんあると思うんですね。今日もお話あったように、その辺りちょっと膨らませたいと思うんですけれども、これについてちょっとこういう話がありますよといったところあるでしょうか。いかがでしょう。じゃあ、はい、もう一回斉藤さんお願いします。突然のごとく白神山地が世界遺産だって言われて、地元の人方も周りも世界遺産ってなんだべーなんていうのはもう最初の感想だったんですけども、私が世界遺産になってずっと関わらせてきたんですけども、それまでは子ども方も含めて、うちの方の大人も含めてですけども、森がそんなにすごいもんだっていうのは何にも思ってなかったんですね。ただ恵みをいただく、山菜いただく、きのこいただく、よかったよかったみたいなとこだったんですけども、そこで初めて世界遺産になって、森っていうのはこういう生態系、生物多様性、いろんなものが含まってるんだなというところで、山に大勢おいでいただいて、実際その主たるブナっていうのを見てみんな感動してくれたっていうのが、これがまた最高の贈り物だったなと思ってますし、これからもやはりそういうふうにして続けていければなと思っています。それが一番世界遺産になって嬉しいことで、今もそう思っています。はい、ありがとうございます。やはりその地域の人からすると、世界遺産になるまで、特に1993年って世界遺産すら知られていない時代ですから、自分たちの自然がそんなにすごいことだなんて思ってなかったという話よく聞きますね。屋久島も同じ年になりましたけども、屋久島の人たちって当時は出身地聞かれたらですね、屋久島であるっていうことをあまり誇りに思えていずにですね、鹿児島の南の方ですとかですね、お隣の種子島の方が有名だから、私種子島出身ですと当時の人は言っていたそうなんですね。それが30年経って今はどうかというと、もう胸を張って私は屋久島出身だと当たり前に言うようになった。きっとこれで世界遺産によるある種の一番大きな変化の一つなんじゃないかなというふうに、私も各地回っている中で思います。他いかがでしょうか。他にもたくさんいろいろ変化あると思いますが、じゃあ、はい、知床。はい、私たち先ほど領町2つの町で設立になっているっていうお話しましたけど、その羅臼町が参画したっていうのはやっぱ世界自然遺産登録の後に羅臼町が入ったと。で半島は本当に一つで、自然も動物も一つで、ただ町やっぱ市町村が違えば全然いろんな進め方も違うんですね。特に北海道って一つの県だけど、その自治体とか振興局が違えば全然やることも違っていくし、許可関係とか、そういうその進め方も違うわけですけど、それが2つの町が1つの団体に設立者として立つというところは一つ大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、世界遺産がつないだ2つの町という感じですね。ありがとうございます。他なんかこれもっと手が上がりそうな感じ見えましたけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ渋谷村長お願いします。
私も地域の代表なので、まず斉藤さんと同じなのは、候補になった時は世界遺産って何っていうのから始まりました。でもう間をはしょると、世界遺産によって恩恵を受けた人、それから子どもたち、いろんなことを学んだ人たち、そういう人たちは誇りになっている、その遺産になったことで、もう一方で私が事例で、今日話したように、要は世界遺産になったから猫対策が始まったっていうところから帰ってくると、世界遺産になったからネズミが増えたんだとか、それから世界遺産になってコウモリが結果として増えてきて、今農業被害でじゃあレモンの中を囲ってるとか上を囲ってるとかですね、その関わる立ち位置によって評価が実際には分かれてるっていうのがうちの中の実情ですね。ありがとうございます。やはり世界遺産になることでもちろん良かったこともたくさんあるけれども、ちょっと予期しなかったこととか思ってもいなかったことが起こっているというのは本当に各地で共通して見られるんだろうなと思いました。最後の典久さんの発表で一個ドキッとしたのは、奄美の方なんかだと、いや世界遺産にならない方がいいんじゃないかというような会話もあったりで、実は西表島もですね、世界遺産になる前候補地の時には島民の方のかなりの数の方が世界遺産になることに反対したということもあった時代ですね。でつまりもうその時には世界遺産のいい面もあるけど悪い面もどんどん出てきているということに西表の頃にはもう気づいていたというような状況だと思います。で環境省の中で、ご地域さまざまな形で見て、典久さん見てこられましたけども、今日スライドでちょっと話足りなかったとか、もっとこういう話があったとか、もしくは今日ご自身で問題提起された中で、少しだけこういった解決策あるんじゃないかというお話もありましたよね。例えばさまざまな課題が生まれる中でそれを調整するような場所を作るだとか、もしくはビジョンっていうのはやはり地域から出発して作っていった方がいいんじゃないかというようなところがありましたが、これに絡めて何かあるでしょうか。はい、実はちょっと先日だった事前のミーティングの中で時間を押すから私の発表の中に入れるのやめようって話で、ネイチャーポジティブっていう最近の動きについて話をちょっと入れるのをやめたんですが、今割と世界的にいろんな企業が経済活動として行うことが生物多様性とか自然に対してどういうリスクとかオプチュニティがあるかってことの財務情報として開示しなさいと。特にグローバルな企業であればあるほど、金融機関であればあるほど開示しなさいっていうことが今どんどん動き出してきていて、でそういったものを対応しようとすると、要するにその企業活動が本業の部分で自然とかに対してどういうインパクトが出ているか、あるいは取り組みしたことがどんだけ客観的にプラスになっているかっていうのをどうやって測れるんですかと。そこの客観的にどう測るかってことをルール化していかないといけないんですね。で今環境省の中でいきますと国際的なルールメイキングっていうので、自然に対していい活動をしたときにその企業がやったことによってどんだけの効果があるかをちゃんと日本の自然とか日本の自然観に合わせた評価ツールっていうのを作って、それをグローバルに見てもらわないと、ヨーロッパとか中東の方の自然を対象にしたツールで日本の取り組みを図れると、ちゃんとやってないことになったりとか逆にネガティブになったりすることもあるんで、そこをしっかり出していくことが必要だろうっていうことが今議論しているのを思って、ふと考えた時にですね、この世界自然遺産って僕らちょっと世界遺産条約とか委員会とか IUCN が言うことを真に受けすぎてないかと。要するにですね、普通の自然をどう測るかっていうのを経済活動に関わって出てくるようになった時に、日本の企業が損しないようにちゃんと日本自体あるルールメイクしなきゃいけないんだってことを言ってる感覚化すると、世界遺産のいろんなルールメイキングにも我々もっと本当早くから関わってきていて、ちゃんと日本型の自然保護とか日本の価値観に基づく自然観とかそういう宗教観に基づく人と自然のつながりを世界遺産条約の中にもっと入れていくってことをやらなきゃいけなかったんじゃないかっていう、そこのちょっと反省もあるなと思ってるんですね。で、私たちのちょっと先輩の中からも海外から言われることを真に受けて、それを地域に伝えて地域に犠牲を強いるんじゃなくて、日本のこのやり方で間違ってないんだってことをちゃんと我々が海外に反論して日本のやり方を認めさせていくっていうのが環境省の仕事だぞと言ってくれた先輩もいまして、そういった意味では全部が全部は無理だと思うんですけど、やっぱりそういった意味ではこの5地域会議、本当にこの自然と共生するっていうのは日本のコンセプトだと思うので、そこで各地域が悩んできていること、それをうまく両立させようとしているのをちゃんとモデル化といいますか、ちゃんと説明できるようにして外に発信していくってこともやっていけたらなと思っています。これはちょっと各地域に対するコメントっていうのは我々として今後どうしていくかっていうところなんですが、
多分今オンラインの向こうでうちの担当が見ててギョッとしてるかもしれませんけど、私はちょっと個人的に最近そういうことを思っております。ありがとうございます。私も世界遺産条約、いわゆる条約法制度の研究が専門なのでちょっとだけ補足すると、もともと世界遺産条約っていうのは、特にヨーロッパ中心主義的な発想で始まっているところがあるんですよね。で、自然保護だったら保存かそれ以外か、つまり白か黒か的なところがあって、いわゆるアジア的な自然観、人と自然が共生するみたいなのとはまたちょっと違うところがあります。で、これ実は文化遺産も同じ悩み抱えていて、文化遺産実は日本国政府がですね、かなりそれに対して西洋的な保存観、遺産観というのに対して反対意見も出して、奈良文書というドキュメントも出してですね、さまざまな形で修正を加えていって実は成功しているんですね、文化遺産の方で。自然遺産というのは確かに今おっしゃったようにそういった動きがまだ十分ではない部分があるかなと、まだかなり科学的技術的な制度というところに落ち着いているのかなと。そうした中で世界遺産というグローバルな価値と日本的な自然観というような、ナショナルもしくはもっと地域に根付いたローカルな価値の調整、これをどうやっていくのかっていうのは本当に地域レベルでも大事なんですけど、国レベルでも頑張っていってほしいなという気持ちを多くの方が持つんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。で、今ネイチャーポジティブの関係でもですね、いかにその市場、どうしてもですね行政だけが自然保護をやっていくっていうのは限界がありますから、どういうふうに企業とか民間とか地域、こうした活力を取り入れていくのかということがこれからさらに重要になっていくと思います。そうした中で今日企業の方、お二人にお越しいただいているのは私素晴らしいことだなと思いまして、で世界遺産特にですね企業との連携が進んでいる素晴らしいことだと思うんです。ただ今日はやっぱりちょっと時間も短かったですし、ある種のいい事例というかそれだけで終わっちゃった面もあるんじゃないかなと思います。でこれからもっと企業とですねこの地域とか行政とかとの連携を進めていく上でやはり壁とか、ボトルネックとか言い方もしますけどもがあると思うんです。でそれをですね今日はちょっとだけ本音ベースでも話してより良い連携ができるためにどういったことがあるのかなと思ってます。例えば企業からするといや実は行政とか地域にこういう面があって実はもっとやりたいんだけどやれないんだとかですね、もっと内部の話だと株主の話も出てくるかもしれませんし、また今日は行政の方地域の方もいらっしゃいますから、企業と一緒にやりたいんだけど実は企業こういうとこ困っちゃうんだよねとか、企業って結局いいことしか言わないじゃんとか、いろんな本音があると思うんですね。それもちょっとだけお話聞きたいと思うんですが、まずはじゃあどうでしょう、企業の側からいきたいと思うんですが、例えばダイキン菅見さんずっと知床やられてきましたし、西表また海外でもたくさんやられていると思います。よりこの連携を発展させていくためにこういったところはちょっと壁に感じているなとか、こういうふうにしてくれたらもっと参画しやすいんだけどなというのがあれば教えていただければと思います。ですね、結構長いことこの森林保全のプロジェクトをやってきたんですけど、この2024年をまたリスタートするにあたり、じゃあこの10年何が成果が出たのと数字で示せみたいなことになった時にですねよくダイキンさん森林保全やってるんですね、木何本植えたんですかっていう本数を聞かれたりとかですねそういうことが多いんですよね。でやっぱり私たちもインドネシアとかカンボジアとか行って木植えると本当に1年2年すると本当にビヨーンともう超えるぐらいすごく大きくなるんで、やっぱり10年やってビフォーアフターってすごい見えやすいんですけど、でも知床で10年やってこれぐらいとかねなかなか成果が見えなかったりするので、本当に何本植えたとかどんだけ見え方が違うっていうのは本当に地域にもよって全然やっぱりロケーションで全然違うことだし、でその地域がそれぞれが持つ課題って全然違うのに、やっぱり指標一つで求められるCO2 とかだとねやっぱりトン数で言いやすいんですけど、やっぱそのネイチャーの価値を数字で示すって先ほど見える化するのお話もありましたけど、それを求められた時に何を私たちは言えばいいんだろうと、ね、で目標設定も非常に難しいなと思っていて、やっぱり例えば徳岡さんのお話でもありましたけど、もうずっと変わらないでいてほしいっていう願いを叶えるために私たちも貢献したいなと思ってるんですけど、増やすんじゃなくて森を切られないようにするとかもうこれ以上減らさないようにするっていうことも非常に大きい貢献だと思うんですね。だけどそれだと見える木を植えたとか見えるものではないので、なんかそこもすごい頑張ってるのにめっちゃ大事だと思ってるしすごい頑張ってるのになんか評価されないっていうジレンマはあります。はい、ありがとうございます。
大学も一緒というかですね、いろんなところも今指標か見えるかでですね、分かりやすい成果ばかり求められるというのは非常に悩ましいところなんじゃないかなというふうに感じました。じゃあ中山さんいかがでしょうか。はい、いろんな功罪があるのかなというふうに思っておりますけれども、先ほどの話に続くかもしれないんですけどね、奄美に住んでいらっしゃる方々がやっぱりその生活、しづらくなったってわけじゃないですけど、これをやったら危ないんじゃないか、これをやったらいけないんじゃないかとか、そういうふうないろんなこの自然保護だとか生態系の維持の考え方が強くなりすぎて、住みづらい部分が一部には出てきているのかなっていうふうなところもあったりしますので、やっぱり行政の部分においては、長期的な視野でその辺を見ていただく、そのための教育をしっかりとやっていくというふうなことを一つお願いしたいかなというふうには思っております。で、奄美群島もしかるに、観光で観光業のところでだいぶ盛り返していきたいというふうな経済効果を狙っておりますので、その際にはやっぱりこの自然環境景観を損なわないようなガイドラインをしっかりと引いた上でホテルの建設ですとかレジャー施設の建設ですとか、そういったものの相互に理解できるようなものをやっていかないといけないんじゃないのかなと。全てにおいてここは自然保護が優先されてダメだという話になっていくと、企業の経済活動のところにも相当影響が出るのかなというふうには思ったりはしています。ただこの世の中で言われている ESG だとか SDGs だとか、こういったものを企業の中で推進していく中においては、やっぱりその株主様との対話の中でも一定度の投資が必要になってきますので、そこが短期的な収益とかを見ていくとなかなかここは実現しないのかな。やっぱそういった意味においては、こういった環境保全も含めた ESG 活動を続けていく上においては、中長期的な視野の中でこの辺を理解してもらいながら、しっかりと基盤を作って双方がウィンウィンになるような利益を生み出していくと、こういったものをしていく必要があるのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。今企業側からのご意見でしたが、一方で行政とか地域から企業連携を進める中で、こういった要望というのがあればですね、ぜひ一つ二つピックアップしたいんですが、いかがでしょうか。挙手制でよろしいですか。よろしくお願いします。渋谷さん。さっきの菅見さんに質問した想定通りの答えだったのが小笠原が抱えているのは、なかなか企業の皆さんが小笠原をなんでしょう、フィールドにそういう活動をしていただけると、全くゼロじゃなくて実際にはありまして、うちでいうとすみだ水族館の方々がたまに来てボランティア活動、人数がやっぱ少ないんですね。だからただこの企業のいろんな活動っていうのが傍目から見ると企業 PR だけなんじゃないかみたいに思われがちだからいけないのかな。で実際にはもう企業ってそういうことを求められてるわけですよね、世界中から。だからそういうことをもっと発信していただいて、その中に小笠原をもうちょっと取り上げてもらえると嬉しいなって思います。以上です。ありがとうございます。私もいろいろな講演会とかでいうのは、20世紀っていうのは儲けることがいい社会だったわけですね。とにかく儲ける。でも21世紀っていうのは良いことが儲けていく、もしくは認知される社会に変わっていかないといけない。でまさにそうした意味でも世界遺産、非常に公共性高いことです。自然を守る、文化遺産を守る。でこういったところで認知されて企業の付加価値にもつながっていく、こういった好循環を作っていく、こういうのは非常に重要なんじゃないかなというふうに、今日聞いていて感じました。もう少しだけですね時間ありますので、フロアからでもせっかく今日雨の中お越しいただいておりますから、一つ手短なものであれば2つぐらい質問もしあればですねピックアップしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、どうぞよろしくお願いいたします。最初に簡単にお名前とよろしくお願いします。秋田県の藤里町長の沢木でございます。大変貴重なご意見ありがとうございました。一つお伺いしたいのが、西表財団の徳岡さんのお話の中でですね、立ち入り承認制度がありましたね。そういう5箇所でしたか、100名とか20名とか30名の人数制限があったように記憶しているんですが、あれはどのようにして決定したのかというのが質問なんですけれども、教えていただければありがたいです。はい、人数の設定
ということですよね。はい、人数の設定というのは非常にやはり難しいところではありまして、例えばそのピナイサラの滝というところですと300人からは落としたいというところで、ただガイド事業者さんにも納得してもらえるようにということで、最終的にはその空間に対して、どのくらいの、人数が適正なのかという快適度みたいなところで、出したかと思います。でそれが本来は、200よりももう少し低い数値ではあったんですけども、現状の利用とのこの兼ね合いで一旦というか始める段階では今200に設定しているというところです。でもちろんモニタリングをしていく中で、200人でも影響が出ているということであればさらに下げるとか、あるいはガイド事業者さんの方からはその上限を上げてもらえることもあるのかということも問われてはいるので、エコツーリズム全体構想のだいたい見直し自体が5年に一度行われる予定にはなっていますので、状況を見ながら今後条件人数の設定は変えていくこともあるというふうになっています。それはあくまでも現場を見ながらというふうなことで、何か特別の指標があるとかそんなのはないということですかね。そうですね、最初に設定した時点でそれまでのそのモニタリングがされていたかというとそうではなくて、やはり今までというのは以前よりも登山道が荒廃してきているとか、あともちろん狩猟の問題などもあったんですけども、それがきちんとモニタリングされているのではなくて、やっぱり懸念変化を皆さんの見た目とか感覚によってでの報告でしかなかったものを今はモニタリングがきちんとされているというところで判断材料にもなるということです。はい、あとピナイサーラ以外のところは割と現状よりも今少し人数が多めには設定されていて、それほどもともと混雑していないけども、守っていくところということであらかじめ特定自然観光資源に指定しているというふうになります。はい、ありがとうございます。今本当に各地域がその自然を守るということもそうですけれども、自然体験の質を高める、でまたそれが魅力につながってさらにリピーターが増えていくというような仕組みのためにもですね、こうしたエコツーリズム推進法に基づく特定自然観光資源の設定、決してそのルール作るというのは悪い方向ではなくて、より良いもの、よりいい体験につなげるために皆さん考えているところだと思います。そういう意味でもですね、西表というのは日本でも本当に一番最先端を走っているところなんじゃないかなと思います。ちょっと時間押してきていますが、もう一つだけもし非常に手短な質問があればですね、はい、取り上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。典親様にお尋ねしたいんですけれども、世界遺産条約について非常に懸念をお持ちになっていらっしゃいました。で、今回の集まりの中で世界遺産条約を、こんなふうに変えれたらいいなっていうことを感じておられたと思うんですけど、もしそれができなかった時の懸念の内容について具体的に教えていただくことは可能でしょうか。すみません、条約そのものに懸念があるというよりはやっぱりその運用とかですね、あとそれから多分日本世界遺産ですから、何年かに1回報告したりすると、それを IUCN とかチェックをしていろいろこうしなさいとかいろいろアドバイスが来たりします。多分知床なんかですと多分都道を巡る話とかですね、結構きついこと言われてるんですけど、日本は日本でしっかり管理してますよって話もあったりするので、それは丁寧に日本の科学者、それから日本のいろんなその歴史とか文化を交えた形で、先ほど文化庁は分布書を出したって話でしたけども、今でもやってきてるんですけど、それをちゃんともう一回説明して分かってもらう努力をしていくってことかなと思っています。全般的に言うとどうしてもやっぱり、自然保護のヨーロッパの昔からのトラディショナルの方々はやっぱり原生自然保護っていっては人が手をつけずに守ることになってますが、日本の世界遺産の多くは実は里山的な人でも加わっているところの自然が認められていい生物が豊かになって、それがなっているケースもあるので、そういう人を加えることも大事なんだっていうところをこの世界遺産条約に限らずですけども、もうちょっと強調していきたいなと思います。
すいません、所属とかの話をしませんでして、奈良で、SDGs 学びの旅っていうガイドのツアーなどを開発しておりますノブレスグループの河合と申しました。最後に一言だけ、今SDGs の話ですごく話題になっているのが、誰一人取り残さないっていう言葉自身が人だけしか考えてない。ワンヘルスっていう地球全体を考えることが大事なんじゃないかなという話がありまして、万博の時にこのお話はとっても大切なんじゃないかなと思ったものでしたので、ご質問させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は雨でしたが、今日皆さん会場までお越しいただいて、このように議論にも参加いただけ大変嬉しく思っております。まだまだ話し足りないんですけれども、もう時間が実はもう、迫っていてですね、もうあと2分3分というところでしょう。まとめてというカンペも出てますので簡単にまとめさせていただきます。今日皆さんご報告で聞いた通り、世界遺産になることいい面悪い面あったわけですね。例えば行政とか企業とかからのどんどん補助がどんどん出てくるわけですよね。これってすごく大きなことだし、何より子どもたちはそれまで自分たちの自然がそんなに価値があると思ってたものに対して誇りを持つようになった。これってすごく大きないいことだったと思うんですよね。ただ一方で世界遺産という、非常にこの価値とかインパクトが大きすぎて、地域の人たちからすると時々ちょっと予期しないことにもどんどん点々と進んでしまうようなことがあったという報告もありました。こうした大きな世界遺産というグローバルな価値と、日本的とか、もしくは地域がずっと大切にしてきた物語ですよね。こうした物語とか歴史とか経験というものがダメになっちゃうんじゃなくて、相乗効果を生んでですね、保護と暮らし両方が良くなっていく、どっちかじゃなくてですね、両方が良くなっていくっていう仕組みを作っていくことこそが、日本がですね今後世界に貢献できる一番のトピックなんじゃないかなというふうに感じております。で、今日この会はですねこれで終わるんですが、実は今日このイベント自体ですね1日続いていて、この後にもさらに他のイベントが続いていきます。そして今日の夜ですね7時45分からはこの会場でですね、クロージングセッション、総括セッションというのもあります。でそこでは私は今日どういうことを話したよということをまたですね、ご報告をさせていただきます。でこれもですね YouTube でも、ご覧いただけますので、よろしければご覧ください。私は夜までおりますので、はい、でまたこれ一番大事なことなんですけども、この世界自然遺産の5地域会議っていうのがですね、今日は一つのテーマセッションだったわけですね。各地域の方々招いた。でメインセッションというのが6月5日にございます。でこの6月5日はメインイベントですね、さらに大きい規模であります。でこの時は、もちろん世界自然遺産の各地の代表が集まるだけではなくて、総合司会はですね有名なアナウンサーの有働さんですね、有働由美子さんで、中であるこういう私のやってるモデレーターの役割はですね、ゴリラの研究で非常に有名な山際先生ですね、京都大学の元総長でした山際先生、あとこれももう公表されているのでいいと思うんですが、仲間由紀恵さんですね、女優俳優の仲間由紀恵さんもご参加されて、同じようなトピックが議論されます。でそこでも私はですね最後の方で今日の報告ということで、お話をさせていただきます。よろしければそちらもですねぜひご参加ください。会場はエキスポの、メイン会場シャインハットですね、2000人収容、今日よりずっと大きい規模の会場でありますので、よろしければそちらもご参加いただければと思います。はい、最後はちょっと足早になってしまいましたが、今日は皆様ゴールデンウィーク最終日にもかかわらずお越しいただき誠にありがとうございました。大変いい会になったと個人的には思っております。皆様ありがとうございました。以上で世界自然遺産5地域会議は終了となります。ご登壇者の皆様ありがとうございました。